大根の葉を茹でます。ざるに打ち上げて、少し粗熱を取って茹でて、今軒下に、吊るしたところです。これでお湯にさっとつけると、甘っちょろいもんな。いいから。粗刻み5ミリぐらい。刻んでありますので、これも入れます。ごまを入れます。そしてなんか八条理ですけど、半端にぐらい。出来上がり。大根の葉を茹でます。大根の葉捨てるのがもったいないので茹でて干します。ざるに打ち上げて、少し粗熱を取って、あとは少し絞って水切りをして干します。間引きした大根をの葉っぱをですね茹でて、今軒下に吊るしたところです。これを乾燥させて、ふりかけを作ったりカットして味噌汁に入れたり、いろいろ楽しみたいと思います。大根の葉を軒下に吊るしました。茹でて吊るしたものです。これは先日茹でて、干しとった大根ですけど、カリンカリンになりました。でこれをプロセッサーで軽くかけてもいいんですけども、プロセッサーがなかったらプロセッサーない場合はさっとお湯につけて、切って、これをふりかけにしようと思います。まず大根の葉干したやつね。大根の葉干したやつ、でそれをちょっとお湯につけます。半分にした方がよくない？さパリッと折れるなら折ってもいいけど、結構強い。強いよね。強い。切れんやろ、硬くて。それをざっくり切ってもいいんだけど、切るのに手が痛くなるからそれでお湯にさっとつけると。そんな甘っちょろいもんなのね。そうでこれを全部入れなくてもどうせ落ちるか。塗るやん80度ぐらいかな。70度か80度ぐらいのお湯につけて70度ぐらい、ぬるま湯でもいい。さっと入れて、でそれをざるにあげます。はい。もうすぐ？もういい。すぐ切れる状態になればもういいから。はい。それを絞って絞れなさい。絞れなさいやろ。湯捨てるよ。ちょっと置いといて、そのまま。湯置いとく。置いといて。戻りぐらいどんな切れそうやね。切れるやったらこれでいいから。せっかく乾燥させたけさ、ふりかけにするのに水気があんまり粗刻みに切ります。粗刻み5ミリぐらい。切りづらいな。向こうと切れる包丁で切った方がいいよ。こういうことね。5ミリぐらいに切った方がいいんだけど、膨らむと5ミリにもうちょっと1センチ、それじゃもうちょっと半分ぐらい。ささっと。割と力入れるよそれ。干してあるからどうしてもそんな。こう干すのはもう保存目的ってことな。保存目的。このまま袋に入れて、フリーザーバッグに入れて取っとけばいくらでも保存効くから、乾燥してて。もうふりかけがなくなったから早めに作ろうかなと。常備菜になったの？常備菜になったの。もう
おにぎりにしてもいいし、ふりかけにしても緑色も入るし、大根の葉は本当ご飯のおかずにはちょうどいいよね。うん。ふりかけがあるとごまとかいろいろ入れて、はい。はい。でそれで切ったら、まあ上からボンボンボンともう一度。きれい。叩けこれ。もういいよ。こういうことね。うん。そう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 。いいよ。うん。そして、それを。今日は米油使います。米油でいります。大さじ1杯ぐらいの米油、まあ適量で入れて、この中に切った大根を入れます。大根の葉を入れます。入れちゃう？うん、全部入れて。はい、いいです。はい、これをよく混ぜてください。はい。混ぜろね。油が馴染むような感じ。油が馴染むように混ぜて。ちょっと火強いか。なんか海藻みたいな匂いがする。海藻のような匂いがする。よいしょ。で、我が家は常備にわかめを刻んでありますので、これも入れます。ざっくり入れるのね。ざっくり入れて大根の葉に対して半分ぐらい入ってる。半分でも自分の好みで何でも入れてもいいと思う。みかんの皮乾燥させたのを入れる時もあるし。本当に？うん。それご飯にかけてくるの？そうそう、小さくね刻んであるから。でこれに、ごまを入れます。ほんとざっくりね。はい、ざっくり。これもなんかわかめと同量ぐらい入れたね。要は適当に入れろってことなんだよ。適当でもうあるものを何でもなければもうないで入れないし。できるだけ乾燥したもの入れろってことなのかな。そうそう。乾燥して。俺がなんかほんと適当に何でも入れるけど大丈夫？これ2グラム、4グラムですね。鰹節も好みで、小さめのおろした鰹節。要は適当にその大根の葉をベースに適当に入れてふりかけにしろって言ってる。へえ。はい。ちょっと味見をしてみてください。もう火強くしようかと思ったけど。これうまいね。そのままでどんな？ちょっと味醤油を入れたいと思うんですけど、どんなでしょうか。風味で醤油があった方がいいかもしれない。香り付けにあった方がいいやろ。これだけでもなんか鰹節に何かが混ざっとるかのような味もまんまやけど、ちょっと火強くしようか。だし醤油ですけど、フライパンも触れないのがちょっともどかしいね。この方がね焦げないようにしよう。もういいくらいかな。だいぶ水分飛んだから。香りがついたら
ちょっとごま油をささっとかけて香り付け、ささっと。さっと大さじ、大さじよし、そんなもんか大大さじ1ぐらい入れたさね。じ1ぐらい、さっと火を通すぐらい。ごま油はあまり火を通したら意味がないから、さっと。オメガ脂肪、これごま油って結構でかいんじゃなかったっけ？そうじゃなかったっけ？香り付け？これでもこれ香りが伝わんないのがもったいないの。これはいい香りするね。でまあ入れる時には好みで生姜を千切りにして入れてもいいし、千切りっていうか、まあ、細かくみじん切りにして入れてもいいし、もう本当好みのふりかけができます。大根の葉をベースにしたら結構いろんなものができるし、おにぎりに混ぜて握っても美味しいです。はい、出来上がり。もう終わり。よし、ちょっと食ってみよう。食べてみて。どうですか？ああ、香りがいい。ほんと香りがすごい。あとなんか大根があれなんやね、なんていうのかな、ふんわりと包んでくれるような感じだよね、なんとなくやけど。この分はね、一応茹でて、から干してあるから。あ、大根の葉を、それ取ってないね、それね。じゃ取ってる。取ってる？大根を茹でて、天日干しにして、そうカピカピにした状態カピカピにした状態、これは。まあ茹でてすぐ使う場合もあるし、保存効かそうと思ったら、大根の葉をいっぱいある時は干してこうやって取っとって、でない時にその緑色のものを使うっていうのではすごく一品でええかなと思う。何もこう生えないような時に。そう、緑のないような時には、これだけでも結構野菜が入ってるし、で割と優秀な保存食よね。そう思う。常備菜にしてるから、ほんとご飯の時にちょっとあるとすごく安心するっていうか、しかも干し大根と同じ効果がありそうな感じよね。そういう意味合いではね。もっとあれがあるかもしれないね。緑色やからね。なるほどね。完成です。完成です。はい、お疲れ様でした。